ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、大ヒット映画、ウィキッドの主演女優の一人、シンシア・エリボが、バラエティのインタビューで語った内容が、ネット上で大炎上している話題についてよ。彼女は、映画に対する反発や、ネットのジョークを、黒人女性に対する見方の陰湿な性質だと非難して、再び物議を醸しているの。また炎上しとると、ウィキッドでアリアナ・グランデと一緒に出とるめっちゃ有名なミュージカル映画やろ？批判は全部差別のせいやって言い出しちゃったってこと？それ一番言ったらあかんやつやないの？今日はシンシア・エリボがなぜネットのジョークを深刻な人種問題として捉えているのか、そしてファンが作ったポスターへの激怒事件や過剰なプロモーションが招いたウィキッド疲れの真相について徹底的に解説していくよ。ファンが作ったポスターにまで切れとったん？なんやそれ、めっちゃ気難しそうやん。ハリウッドの裏側というか、スターのめんどくさい部分が前回の話になりそうやね。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ、順番に見ていくよ。まず、シンガポールで行われた映画のプレミア上映会で、ちょっとした混乱が起きた時に、シンシア・エリボがアリアナ・グランデを守るような形で介入したことがあったの。それを見たネット民が、シンシア・エリボをアリアナ・グランデのボディーガードに見立てたミームを作って拡散したんだよ。ああ、仲良しコンビの微笑ましいエピソードとして、シンシア・エリボ姉さん、かっこいい、みたいにネタにされたんやね。普通の感覚なら、そう思うかもしれないけど、シンシア・エリボは違ったの。彼女は、このミームについて、私たちの体格や、私がハゲているという見た目のせいで、私が支配的になったり、守る立場にならなきゃいけないという先入観がある。これは、黒人女性に対する見方の根深い偏見だと主張したんだよ。さらに、まるで自分の人間性が汚されたような気がしたとまで語ったの。人間性が汚された？いや、ただの頼れるボディーガードっていうネットの軽いジョークやん。なんでそんなに飛躍して黒人女性への偏見になるん？ちょっと被害妄想が激しすぎるばい。彼女自身、きっとこれを読んで、まさか、そういうことじゃないだろうと思う人もいるでしょう。でも、そうなんですと断言しているの。インタビュー全体を通して、彼女はインターネット上の嘲笑やファンの反応をすべて社会的な偏見や人種的な問題として捉えようとしているんだよ。それやられたら、もう誰も何も言えんばい。ちょっとでもいじったりネタにしたら差別だ、偏見だって言われるんやろ？腫れ物扱いになるだけやんね。まさにその通りで、バラエティの記事が出ると同時に、ファンたちは、また始まったよ、と呆れ返って、2024年に起きた、あの事件を再び掘り返し始めたの。あの事件？ 2024 年に、ファンが作った、ウィキッドの映画ポスターの編集画像があったの。元々のブロードウェイの象徴的なポスターに近づけるために、ファンがシンシア・エリボを演じるエルファバの帽子を少し深く被らせて、目の一部を隠すような加工をしたんだよ。多くのファンは、これをオリジナルの舞台への無害なリスペクト、オマージュだと捉えていたの。ああ、原作への愛ゆえのファンアートってやつやね。よくあることやん。ところが、シンシア・エリボは自身の SNS でこれを公に非難したの。これは私が今まで見た中で最も高等無形で最も不快な出来事だと書いて、全然面白くないし可愛くない。私を貶める行為であり、私たちを貶める行為だと激怒したんだよ。最も不快な出来事って、ただ帽子を深く被らせただけやろ？ファンからしたら良かれと思って原作に寄せたのに、なんでそんなにブチギレられとるん？ってパニックになるばい。この論争はネット上で爆発的に広がって、多くのファンが彼女は些細なファンアートをまるで個人的な攻撃やイデオロギー的な主張であるかのように扱っていると批判したの。そして今回のバラエティのインタビューもただのミームやジョークを人種やアイデンティティの問題にすり替えているという点で、あのポスター事件と驚くほど似ていると指摘されているんだよ。完全にパターン化しとるやん。自分の気に入らない反応、偏見と差別っていう無敵のカードを使いすぎばい。視聴者もそりゃあうんざりするわ。そのうんざりというのはまさに映画のプロモーション全体にも言えることなの。シンシア・エリボとアリアナ・グランデは1年近くにわたってノンストップで世界的なプロモーションツアーを行ってきたんだけど、その中で2人が感情的に圧倒されて泣いたりする動画が頻繁に拡散されたの。まあ、大きなプロジェクトやし、感極まることもあるやろうけど、広く嘲笑されてしまった出来事の一つに、インタビュー中にシンシア・エリボが感情的になっていた時、頭上でヘリコプターの音が聞こえただけで泣き出してしまったことがあったの。
これに対してネット上ではプロモーション活動が過度にドラマチックで自己顕示欲が強すぎるという批判が高まったんだよ。ヘリコプターの音で泣く？それはさすがに情緒不安定すぎるやろ。私、今めちゃくちゃ感動してますっていうアピールに見えても仕方ない場合。バラエティ自身も続編のウィキッド、フォーグッドが公開される頃には観客は綿密に演出された宣伝活動によってウィキッド疲れに陥っていた可能性があると認めているの。ウィキッド疲れ、わかる気がするばい。毎日のように私たちこんなに苦労してこんなに愛し合ってますって見せられたらお腹いっぱいになるわな。さらに今回の騒動の再燃で過去の別の炎上も掘り返されているの。シンシア・エリボがミュージカルジーザス・クライスト・スーパースターでイエス役にキャスティングされた時、一部のキリスト教徒からクイアの黒人女性をイエスにするのは意図的な挑発だと批判されたことがあったのよ。でも、シンシア・エリボはそうした懸念をほぼ一蹴したんだよ。自分の意見への批判は偏見だって攻撃するくせに宗教的な懸念とか他人の意見ははいはいって一蹴するんやね。そりゃあ、批判を全部差別のせいにしとるだけやんって言われても仕方ない場合。批評家たちは彼女が意見の相違や批判を通常の観客の反発としてではなく偏見や不寛容の証拠として扱うという評判を築いてしまったと指摘しているの。シンシア・エリボはインタビューで自宅に座っている心理学者たちが私たちが何者なのかを勝手に決めているとネットのコメントに不満を漏らしたんだけど、皮肉なことに彼女自身がネットのジョークを心理学的に深読みしすぎているんだよね。ほんとそれ。ミーム作った人なんてボディーガードみたいで草くらいしか思ってないのに勝手にこれは黒人女性への偏見が深層心理にあるって決めつけとるんやから特大のブーメランバイ。ここで映画の今後の展開について話していくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。いつものやつやね。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんなのチャンネル登録とグッドボタン、高評価がうちとすみれの励みになるけん、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ続きを話していくよ。実は今、ウィキッド3が制作されるんじゃないかっていう噂が絶えず流れているんだけど、シンシア・エリボ本人はこのプロジェクトについてもう語りたくないという態度を明確にしているの。あんなに泣いて感動をアピールしとったのに？バラエティの動画シリーズノーゼアラインズに出演した際、シンシア・エリボは映画のセリフやミュージカルシーンをもう一度演じるように求められたんだけど、それを拒否したの。彼女はこの2年間、このプロジェクトについて話し合ってきたから、他の仕事に集中したいと説明したんだよ。露骨に嫌がっとるやん。プロモーションでヘリコプターの音で泣くほど愛しとった作品なんやないの？続編についても、それについて話し合うには時期尚早ですと述べ、私が復帰するには相当な理由が必要。納得のいくものでなければならないと、かなり高いハードルを提示しているの。監督のジョン・ M・ チューや共演者のボーウェン・ヤンもここで終わりにするのが妥当だと述べていて、今のところスタジオからウィキッド3の制作計画は発表されていないんだよ。まあ、これだけネットとバチバチにやり合って本人もウィキッド疲れしとるんやろうね。もうエルファバについては聞かんといてって感じなんやろ。シンシア・エリボは現在ロンドンで上演中のワンマン舞台ドラキュラなど他のプロジェクトに注力しているの。長年、ウィキッドについて語ってきたからこそ、観客には自身のキャリアの幅広さを認識してもらいたいと強調しているんだよ。自分の演技力で勝負したいってことやね。でも、ネットのちょっとしたジョークにまじ切れして、差別だって騒ぐ癖を直さん限り、どの作品に出てもまた、同じような炎上を繰り返す気がするばい。ちなみに、以前、シンシア・エリボとアリアナ・グランデが疎遠になったとかいう噂が出ていたことがあって、このことについては、シンシア・エリボは今でも親しい友人だし、毎日連絡を取り合っていると否定しているけど、映画のプロモーションが終わって、彼女自身がこの一連の騒動から距離を置きたがっているのは間違いないようだね。スターになるのも大変やね。でも、ファンアートにキレたり、ジョークをイデオロギー問題にすり替えるのは、やっぱり視聴者としては応援しづらい場合。これからの彼女の振る舞いに注目やね。ということで、今日はシンシア・エリボのウィキッド批判に対する反論と再炎上、そして彼女が抱えるウィキッド疲れという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。
すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。